皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋ウォーズで指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、相手の方が先手番で三間飛車、それに対して私は後手番なんですけれども、急戦を選択しました。局面のね、急所、捉え方、考え方などを中心にポイントで解説していきますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局、私後手番ですので、将棋ウォーズの画面とはね、対局編とは、前後が逆になりますのでご了承いただければなと思います。先手の相手の方は7六歩、8四歩に7八飛車とね、三間飛車のスタートですね。で次の手が8五歩なんですけれども、この手ね、ちょっとしたワンポイントのところで、7八飛車に対してね、3四歩と突く手も非常に自然な手なんですが、3四歩と突きますとね、一応7五歩と突いて、石田流ですね、早石田という形に進む可能性があります。ですので、7八飛車にねちょっとした差なんですけれども、8五歩と突けば、この瞬間ですとね、7五歩と突いても8六歩と突いてね、この角が交換にしてさばくということはできないので、7八飛車にね8五歩と突けば、先手は7七の角と、受けるようなことになるんですね。でこの形にしてから、実戦も3四歩と突きまして、ちょっとした手順の差で、石田流にね、選定されるのを、回避することが一応できますね。これはちょっとしたところなんですけど、序盤のポイントになります。で6六歩に、6二金、ここからはね、三間飛車の、対居飛車のね駒組みが進みます。4二玉、すみません、6八銀、4二玉、1六歩、この1六歩はねちょっと早い手、早い様子見で、後手がね、穴熊に組んでくるのか急戦で来るのかというね様子を伺ったような手ですね。で私はこの手です、もちろん受ける手もあるんですが、3二玉と駒組みを急ぎました。で先手の方はこれで1五歩と、これはちょっと強気な手ですよね。もちろん先手後手がねこれ1手が大きくて先手番ですのでね、端に2手費やしても、こちら側の駒組み遅れても、端の2手が使っても先手番なのが大きいと見てね、突き越したんですが、若干ね、やはりこの玉の位置と後手の玉の位置で、駒組み遅れますから少し危険な意味もあるんですね。はい、実際私もここから、5四歩と突いて、6七銀とね、さらにこうなんていうんですかね、対穴熊シフトなんですよね。に対して、私はねここからね急戦を狙っていきます。5二金はねまだ穴熊もあるようなところなんですけれども、5二金右、4八玉に7四歩とね、先手が端に2手を使ったので、駒組みがまだ遅れています。ですのでその隙にね私の方はもう船囲いが完成しているので、もう速攻仕掛けてしまおうという考え方ですね。この7四歩ではですね、3三角と上がりまして、2二玉から1二玉強とね穴熊を目指す変化ももちろんあるところですね。ただこの場合は先手の方がですね、早い端歩と早い銀の繰り出しで、対穴熊シフトを敷いていますから、場合によっては、5六銀から4五銀というようなね、逆にね先手側が速攻を仕掛けてくる可能性がありますね。はい、もちろんこれをね先手の速攻を迎え撃つってね、誘って迎え撃つという考え方もあるところです。実際は7四歩と突きまして、3八玉に6四歩とね、もうこの玉の囲いを一旦はこのままでね攻めの体勢を作っていきます。そして、先手は5八金左と上がりまして6五歩とね、こうなってみるとね先手のこの1六歩1五歩の2手が美濃囲いのこの2手がですね、例えばですけどね、この1手2手が2八玉3八銀となっていればね、通常の定石形と言えるでしょうね。美濃囲いができていて耐久戦というね、本局は先手の方がね居飛車穴熊を牽制するシフトだったので、美濃囲いより先に端歩が入っていると、この形のね差が定石と違うところはねどうこの後響いていくかというねところですね。で6五歩という手は振り飛車に対してはですね、急戦策、持久戦ですのでじっくりね穴熊に囲うんですが、急戦を仕掛ける場合はですね、基本的にはこのね角ですね、飛車先の歩を押さえてる角を狙うのが急戦のコツでして、角の頭をですね、棒銀などで直接角の頭を狙う急戦と、本局に見られるようなこの角のね交換を迫る急戦ですね、同歩と取ってくれば角を交換して同桂に8六歩とね、7七の角がいなくなれば飛車先の歩が交換できると、この2つの、急戦が
大まかのね種類として分かれております。本局私はこの角をね交換を迫る形の急戦策ですね。今、解説した通りこれを取ってただなんですけど、取ってしまうと角交換から8六歩でね、飛車先を狙うことができます。ですので6五歩に対して6八飛車というのがね、実際本局指されたんですけど、これもねもう定石化されてる一手でして、振り飛車側としましてはね、こう仕掛けられてきてるんですけど、カウンターをねして相手の力を利用して、反撃しようという時に、後ろに飛車がいるとね非常に効果的なんですね。この飛車に対して7三桂と私が飛んだんですが、例えばですね、角交換をただ迫るだけでしたらね6六歩と取って同銀に、6五歩と打てばね、同銀と取ったら先手を取るしかなくて、角を交換して同桂に、8六歩という形でね、先ほど言った形と似てるように見えるんですが、例えば一つの例なんですけどね、同歩同飛車に5四銀のようなこの進行になりますと、先ほどね、最初の6五歩に取る変化に比べて先手の駒が非常に躍動してるのをお分かりいただけますかね。先ほどの形ですとねこういう形、部分的にこういう形でしたよね。これですと、飛車銀がさばけない形で先手の後手の方にね一方的に竜を作られてしまうんですが、飛車を寄ってこうね銀が後手のね手に乗ってさばけるわけですよね。こう進めばですね、もちろん後手もこう飛車が成れるんですが、先手も例えば6四歩とか6三歩とか、あるいは5五角といったね、いろいろ反撃ができるわけですよね。こういった時に飛車の位置が1個寄ってね、反撃態勢を整えているというのが振り飛車の考え方になります。ですのでこれはねよく、解説プロのね公式戦などもし、観戦されてるね観戦することが多いという方はね、解説者がですねちょっと攻めが軽いなんて言い方すると思うんですけれども、その軽いという表現は今のような攻めですね。歩だけでこう攻めていくと攻めが軽いので反撃されてしまうと。で今7三桂とね本局飛んだんですが、こうやることで、攻めに桂馬の厚みがね加わるということですね。薄い軽いとかね薄いとか厚いとかちょっと将棋独特のね用語なんですけれども、雰囲気だけでもねお伝えできればと思います。で7三桂と飛びまして、これに対して6五歩と取ってくれば角を交換して8六歩と突くと、先ほどの変化にね似た変化に進みます。ですので先手の方としても、6五歩と取らずに、7三桂に5六歩と突きました。そして私は4二銀とね銀を繰り出して、ここはねもうすぐ6六歩から攻めていく手もね十分考えられますね。今度は6五歩同銀6五歩の時に桂馬が利いてますからね、ちょっと先手が同銀と取りにくいという、下がってくれば角を交換して8六歩突いてで攻めていく、その時に6五桂とね桂を飛んでどうなるかという将棋ですね。ここは6六歩も有力でした。ただ先手の方からこう取ってくる手がないので、私のは4二銀とね攻めを厚くしていきます。銀を使ってね。で4二銀は実はほっとけばね5三銀左って攻めを厚くする狙いと、もう一つ、先手の形がですね今5六歩とついたんですけど、もう一手ね何か指した時に隙が生まれそうなんですね。実際4二銀に対して先手は2八玉と、この2八玉は次に3八銀と上がれば美濃囲いという手で非常に自然な手です。悪い手ではないんですが、こう玉を寄ることによって4九の金がこうこう連結してるのが離れるわけですね。でこの一瞬の隙をついて私は攻めました。この4二銀は必ずこの段階でね攻めていく手も繰り返しなんですけど有力なんですが、それですとね先手陣に隙がないので、わざとねこう一手待機して離れ駒ができたタイミングで私はここで6六歩とね攻めていきました。で、同銀に8六歩とついてね、これ手筋の突き捨てで、同歩でしたらね6五歩と打って、先ほどのね銀を引いて角を交換して同桂で、飛車を走ると、この辺の時に金が浮いてるっていうことですよね。飛車成りが、先手で成れるよっていうのが私の主張なわけですね。でこの8六同歩をですね入れておくのが地味ながら大事で、交換して同桂でね、先に後からこうやる手順もあるんですけど、これですとね歩成りを手抜いてこうね桂馬で重い段階で攻められるっていうか一応あるんですよね。ですので手順としては、非常にこれ難しい細かなところで難しいんですが、この時にですね6六歩同銀で、打つ手もね有力なんですが、ここで8六歩を1本突いておくのがね定石とされています。ただし先に歩を突くことで、実戦もそうだったんですが同角とね変化する手が生じます。で、
まあ同歩ですとね、今の変化でやはり金が浮くのが怖いと判断されたんですかね。実際は同角と応じて、6五歩と打った手に対して7七銀とね、まあ引きました。まあ実はですね、この対応も部分的に定石化されている受け方で、まあこのね、角と銀がちょっとまあ不自由な格好になるんですが、もう一歩ね、後手が歩があるとまあこう歩を打って、まあ角が取れるんですけれども、現状後手がね、歩切れですので、まあね、先手の方はこの美濃囲いが不安定なのでね、とりあえず急戦を押さえておいて銀は上がりたいという考え方でしょうね。でまあこれでね、6八五桂と飛んでも8八銀と引かれると意外と攻めがないんですね。これ以上、まあもちろんね、6五飛車と取れば銀が取れる格好ではあるんですが、まあ仮に6六とついても3八銀ぐらいで、これ以上ね、やはり押し上げがないのでね、後手は攻めが難しいですね。ということで、私は、7七銀と引いた手に対して5三銀左とね、攻めに厚みを作っていきます。そして先手は待望の3八銀。で6三銀とね2枚銀の形を作りまして、まあそうですね、これで、私の方だけね見ますと本局も出るんですけど、こう銀をね2枚銀打点と呼ばれるかね、2枚のうちの下手出てくるんですけど、銀を2枚重ねる形がね後形になりますので、私はこうやってね圧力をかけていく考え方なんですよね。で先手の方はね今待望の3八銀を指して、まあこれからどうやって動かしていくかなんですけど、まあ実際ね6七金と上がったんですけれども、この手はねまあどうでしたかね、難しいところでしたね。まあこちら側を厚くして受けやすくしたということなんですけれども、まあ部分的な定石ですね。まあこの端の形がちょっと定石とは違うんですけど、部分的な形としてはね4六と突く方がまあ自然ですよね。でまあ6四銀左と後手は上がってくるんですけど、4七金とね、まあ金をこちら側にね上がると。まあこれでもね一局だったと思います。まあ常にね桂馬を飛びに対しては銀を引く形で、まあ一例挙げますとね、これ6六と突くような手あるんですけれどもね、まあ7七桂と飛んでさばくような手がありまして、まあ、同桂成に同銀とね、なんですかね、まあこれで6五銀と出たら、まあ6四歩と打つような感じでね、まあ結構この高めの形が硬いんですよね。あとまあこの端の位が取れているので、まあこちら側でね、まあ多少なんていうんですかね、大きな損さえしないで終盤戦に行けば、船囲い対端の位の取れている高めの囲いなので、先手がかなりね、なんですかね、将来的に楽しみが多いんですよね。ですので、まあこの辺りはね好みもあると思うんですが、まあ実戦はね6七金と上がったんですけどね、まあこちら受けに対してはね強いんですが、こう上がってしまうと、まあ、玉の硬さがね、こう片身の格好で、まあ後手もね船囲いで硬くはないんですけど、先手の形もね弱体化したので、まあこの辺は微妙なところだったと思いますね。4六から4七金と上がって後手が動いてこなければさらに3六から3七桂とね、まあ自分の長所を伸ばすというかね、どんどん形を良くしていくっていう考え方もあったと思います。まあ、実戦はここで、6三銀に対して6七金とねこちら側に上がり、6四銀に8八銀とね引きました。まあこれでね6七金と上がった意味は、おそらく先に銀を引いてしまうとね歩を突かれて、まあこう抑え込まれてくるような形があるのでね、先にこう金を上がりましてね、銀を引くことで6六歩には同金と応じられるようにしたという考え方ですね。まあ、ただしねこうやったとしても角金銀飛車がねあまりバランスがいい形とは言えないので、この後さばくのにねやはり苦労していう形になりましたね。はい。実戦では私は、6八八銀に対して4二金直とねすぐと上がりましてね、まあこれで一応形は万全ですね。で、先手は4六歩と。なかなかね難しいですね。まあ4六歩はまあ手待ちの意味が強いと思うんですけどね、これで私は、9四歩と一回突きまして、9六歩に5五歩とねついていきました。対局会の時も言ったんですけど、後手の私としてはね、まあ、もちろんこの端の位を取られているのはマイナス点なんですけれども、まあ、金銀の配置が良くてですね、まあこの8八の銀ですよね、まあこうバックした8八の銀を狙われないようにですね、使われないように指すというのがポイントになります。で5五歩に、先手は同歩と同銀とね進みまして、そうですねここで、まあ、実は本局ね、まあ、この後、数手でね終局を迎えるわけなんですけれども、まあここはねもう結構ね、まあ、何気ない局面ですけど先手がピンチな場面でして、まあ結構この角と銀、まあこう厚みがね加わってるんですね、先ほどに比べてね。で抑え込まれそうな形なんですよね。まあ実際ここで5七金と打ったんですけれども、まあこうね5六歩と先手で打てて、まあ、4七金に6六歩と進んで、これはね後手が万全の格好になりましたよね。まあ実際6六歩と突かれて、先手はね7七角と引いたんですが6五桂と
まあこれはちょっとね、何かね先手の方に錯覚があったんだと思うんですけれども、角銀桂のね抑え込み、どこの地点もね後手の方が駒が多いですから、実際ここで、6四歩とね、紛れを求めたんですが、同銀と取りまして8六角に5七歩成とね、自然な手ですよね。こうなった局面で、先手の方の、投了となりました。少しね、急激にね形勢がなんていうんですかね、急転直下の終局と言っていいと思うんですけれども、戻りましてね、この時ですよね、先手がピンチを迎えているといったこの局面、6六歩を突かれるとね、手順に桂馬が飛んでくるんで非常に危ない格好なんですけど、どうですかね、何か、例えば7七銀とかね頑張る手もあったかもしれないですね。これでも非常に危険なんですけどね、後手も5六歩と打つとか、構わず6四歩と6六歩と突く手もあるかもしれないですね。同銀ですと同銀同金に今取った銀を5七に打たれるとね厳しい両取りで、金で取って銀を残すとこういう格好になるんですね。で持ち駒に相手に金があるので、この場合も6七歩同飛車5六金という手があるので、非常に危険な状態になってますね。ですので解説ね先ほどさせていただいたんですけれども、意外とこの8八銀から6七金という組み合わせがね受けにくくなってしまいましたよね。バタラになってしまいますけど、例えばこういう格好だったとしますね。先ほど言ったこの格好ですと仮に後手の番でも、そんなに厳しい手がないんですよね。6六とついてくればその瞬間に5六と打てば銀がバックすればこの歩を取れると。もちろん5六歩と打たれる手はあるんですけど、これでまだ先手の番ですから、例えば5八飛車と打って5六金を狙うとかね、実際これで先手の番なら、そこで5六歩と打つ手もあるぐらいなところなので、ちょっとね6七金から8八銀が、結果的に、少し疑問の構想となりまして、実戦ねこの後自然にね駒が前進をしていって、5七歩成が実現して、投了図は、まだねこの局面投了となったんですけど、まだ王様はつぶつぶ入らないですけどね、一方的に金得になり、桂馬もなってきますから、8八銀も使うね目処はないですし、投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。振り飛車に対してはですね、居飛車穴熊というのが非常に有名というかね人気のある対抗策なんですけれども、本局のように急戦策もですね急所を捉えて、攻めることさえできればね、非常に破壊力のあるところもありますのでね、ぜひぜひ皆さんも繰り返し見ていただいて、急戦策もね採用していただければなと思います。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。